ご視聴ありがとうございます。今回は矛盾した経営危機に直面する鉄道会社に迫ります。利用者も増えて黒字なのに、最悪2031年には資金が底をつく厳しい状況の背景を、路線の特徴や歴史、会計上の理由と合わせて解説します。会社の発展の鍵を握る大プロジェクトにも注目です。ここは京成本線の勝田台駅です。千葉県北部にあるこの駅、都営浅草線の日本橋駅までは722円、最速50分ほどのところにあります。ここ自体は京成の単独駅ですが、少し離れたところに別の駅があります。改札を出て左に曲がると見えてくるのが東洋高速鉄道の起点、東洋勝田台駅です。東洋高速鉄道はここ東洋勝田台から西船橋までを結ぶ路線です。東西線の日本橋駅までは932円、最速40分余りです。エスカレーターの脇には現役の2000系、開業時に投入された1000型グッズの PR があります。このイラストも大事なので覚えておいてください。今は平日の10時台なので人がいないですが、平日の朝は通勤通学客で混雑し、この種の駅におなじみのポスターがあります。時刻表は結構カラフルで、7時台には13本あります。ただし日中は4本しかなく、首都圏近郊の路線としては本数が少ないです。まずこの路線の特徴と歴史をご紹介です。この路線は千葉県の西船橋と東洋勝田台を結ぶ全長 16.2 キロの路線。1996年に全線が一度に開業しています。およそ6割弱が高架橋、4割弱が地下トンネルで、土手などが残りを占めています。線内に踏切はないほか、カーブも緩めに設計されており、最高時速100キロで運行できます。この路線は東京メトロ東西線への直通運転が基本です。東西線は日中1時間あたりだいたい12本あり、8本が各駅停車、4本が快速で、東洋高速線に直通するのがこの快速です。なお、東西線は JR 総武線にも直通しています。東側の直通運転は平日の朝夕だけですが、西側では終日行われており、3社を同時運転する列車もあります。そして平日の朝に運行されているのが通勤快速です。東西線の快速は西船橋から東陽町の間で浦安だけに止まりますが、通勤快速は浦安から東陽町まで各駅に止まり、混雑の平準化を図っています。どの種別も東洋高速線内には通過駅がありませんが、開業3年後の1999年からは通過駅のある種別が運行されていたこともあります。それが東洋快速で、途中停車駅は北習志野と八千代緑ヶ丘だけで、当初は上下2本、2007年には上下4本に増えました。ところが通過駅では通勤時間帯でも10分以上列車間隔が開くことがあり、やがて通過駅の乗降客数が増え、東洋快速の直後の列車が混むデメリットを無視できなくなります。2009年には上り列車が廃止、2014年には下り列車も廃止され、姿を消しています。開業からまだ30年足らずのこの路線、開業までの歴史は複雑です。計画の発端は1972年、昭和47年の都市交通審議会の答申で、今の東西線の経路が東洋高速線のルートを含むものに改められたことです。74年3月、東京メトロの前身である営団地下鉄が西船橋から勝田台までの免許を申請し、営団勝田台線という路線名もつきました。76年9月に建設に着手し、79年10月に開業。建設費は955億円の見込みで、東西線との直通や北習志野だけに止まる快速も予定されていました。当時、沿線の船橋市や八千代市は東京周辺で最も人口が増えていた自治体であり、その要望が強かった路線でしたが、複数の壁が立ちはだかります。まず、京成電鉄の反対です。京成はオイルショックによる不動産市況の悪化で巨額の赤字を出し、さらに成田空港の開港が遅れたことで業績が悪化していました。77年には配当取りやめに追い込まれたほか、
業績の悪化は10年余りにわたって尾を引くことになり、戦後の大手私鉄としては異例ともいえる経営不振に陥ります。また、営団地下鉄はもともと東京23区が事業範囲と決められており、そこから大きく外れる新線計画は困難でした。新線は混雑が激化していた京成本線のバイパスでもありましたが、運輸省の意向もあって計画は一時凍結され、80年に運輸省が提示した最終調整案では複数の条件が付けられました。まず、建設主体は第三セクターとし、地元自治体や金融機関、関係鉄道事業者がこれに出資すること。そして運営を京成に委託し、かつ東西線と直通運転すること。営団の関与を薄めつつ、京成へも配慮した枠組みです。そして工事は、日本鉄道建設公団、略して鉄建公団が2段階で行うこと。鉄建公団は、1964年に設立された法人です。当時の国鉄が主要幹線や都市部の輸送力アップに追われ、地方の新線整備ができていなかったことから、地方の新線建設を担うために設立されました。その後、大都市の私鉄でも輸送力増強や新線建設が必要になり、巨額の投資を民間企業だけでやるには無理があるため、そうした役割も担えるように法律が改正されています。建設工事は84年に着手され、第1期区間は91年4月、第2期区間は93年4月に開業させる予定で、車両なども含めた建設費用は2091億円の見込みでした。この時点で、営団が建設する時の想定より14年遅れですが、実際にはさらに遅れています。また、当初の見込みを超えている建設費は、さらに膨れ上がります。一つ目の理由が、地権者による反対です。地権者およそ700名、解体が必要な建物はおよそ180戸でした。これらの土地の取得には、収容委員会による決定が必要です。収容委員会は、鉄道や道路といった事業を進める者と、土地所有者などとの間で、土地の区域や保証などを中立的な立場で公正に審理し、適正な保証額などを決める役割があります。これ自体は一般的なプロセスですが、当時の千葉県では成田空港の開港に反対する勢力が過激な反対運動を行っており、収容委員を攻撃したことで、千葉県の収容委員会は機能不全に陥ります。一人の地権者に300回もの交渉を行うなど、用地取得は難航を極め、交渉が完了したのは94年6月のことです。この時点で第2期区間の開業予定よりも遅れています。時代はバブル期にも重なっていたため、土地や資材価格はさらに高騰してしまいます。さらに、手抜き工事のせいでトンネルが陥没する事故が起きて工期が延び、追加のコストも発生。路線は96年4月に一括して開業し、営団時代の予定よりも17年遅れ、建設開始時よりも最大5年遅れでした。建設費は 41% 増えて2948億円にまで膨らみ、しわ寄せは車両に行ったことで、予定されていた新型車両の導入は取りやめ。当時、営団では新型の05系への世代交代が進んでおり、不要になった5000系を譲り受けたのが、開業時に投入された1000型、東洋勝田台駅のエスカレーターの横にあったあの車両です。導入されたのは10両編成10本で、ついで10両編成2本も導入されたものの、計画の変更によりこちらは回収されず、乗客を乗せることもありませんでした。エスカレーターの横には、回収されなかった車両のイラストもあります。もともと中古車だったこと、システムの更新が決まったことから、2006年に引退しています。2004年から導入された2000系は新車ですが、基本設計は東京メトロの05系と同じです。建設費の増加は運賃にも跳ね返り、西船橋から東洋勝田台まで 16.2 キロで639円という、かなりの高額運賃です。一方、東西線で距離が似ている駅では、15.9 キロ離れた木場駅まで252円と、実に半額未満。さらに、640円あれば三鷹駅より先まで行けます。JR や大手私鉄などより高額な運賃になった東洋高速線、乗客が集まらないので経営危機なのかと思いきや、そうではありません。
ここは東洋勝田台駅の隣、村上駅です。駅の周りはそれなりに発展していますが、東洋勝田台から1キロほどしかないこと、駅の北の方には田んぼや畑も残っていることから、2019年度の乗車人員は1日平均で3000人余り。東洋高速線の各駅で一番少ないです。隣の八千代中央駅はその4倍、1万2000人ほどの乗車人員があります。北口にはバスロータリーがあり、京成本線の八千代台駅などに向かうバスが発着します。南口は緑地がありますが、この緑地はそれほど広くなく、木々の向こうには住宅がぎっしりです。そしてここが八千代緑ヶ丘駅です。東洋高速鉄道の本社や線内唯一の車庫があり、ラッシュ後の時間帯などにはこの駅止まりの列車もあります。2019年度の乗車人員は1日平均で2万人余り。西船橋に次いで2番目で東洋勝田台より多いです。96年度は5900人ほどで、2000年に1万人を超え、2008年には1万5000人を超えるなど、開業以来 3.4 倍に増え、堅調な伸びを見せています。駅前にはマンションが立ち並んでいるほか、映画館などを備えた商業施設もあります。その隣がここ、船橋日大前駅です。日本大学などの西岸駅であり、およそ45億円の建設費のうち34億円余りを大学が、残りを都市基盤整備公団が負担しています。これは2004年に新設された東口で、この建設費も両社が負担しています。駅周辺は長らく空き地でしたが、2014年にはマンションができ、近くには別のマンションの建設も進むなど、景色は変わりつつあります。開業時からあったのがこの西口です。東口とは対照的にギラギラした構造で、吹き抜けも雰囲気が違います。正面には日大のキャンパスがあり、2019年度の乗車人員は大学関係者を中心に1日平均で1万人余り。開業時は4000人弱なので 2.5 倍に増えています。八千代緑ヶ丘ほどの増加ではないですが、マンション建設も進んでいるため、今後に期待です。さらに隣が北習志野駅。途中駅で唯一他車線と乗り換えができる駅で、新京成線に乗り換えができます。東洋高速線の乗り場は地下で、新京成線の乗り場は地上にあります。ただし新京成線の駅舎はホームの上にあるため、乗り換えはちょっと面倒です。2019年度の乗車人員は1日平均で2万500人ほどで、八千代緑ヶ丘駅よりちょっとだけ少ないです。この隣の狭間駅には上下線の間に線路があります。この線路は下り寄りで上下線とつながっていますが、上り寄りでは行き止まりです。非常に使いにくい配置のため、一般の列車が入ることはほとんどなく、保守用の車両がたまに使う程度のようで、レールの表面は錆びついています。ちなみに将来、ここに通過線を設置できるようにする構想があるそうです。その時は、線路と両脇の柱をなくして伏線を敷くのでしょうか。この駅の乗車人員も1日平均で1万人余りで、船橋日大前より少し少ない程度です。駅によって乗車人員にばらつきがありますが、会社自体は営業黒字を出しており、鉄道事業で利益を確保できています。東洋高速鉄道の経営危機の要因自体は一つ、膨れ上がった建設費です。施設は鉄建公団がお金を借り入れた上で建設し、完成後に東洋高速鉄道が買い取ったもので、およそ3000億円の代金を2002年から60年間の分割払いで返済しています。建設費は元を正せば借金なので、元本ともいえる50億円の返済とは別に利息の支払いも必要です。一時は年間50億円にも上っていた利息負担は、最近は低金利のために15億程度に抑えられていますが、運賃収入が年間150億程度の東洋高速鉄道にはかなりの負担です。工事を請け負った鉄建公団は土木の力を駆使した豪華な施設で知られ、こうした規格の高さも建設費の増加につながっています。会社の業績を見てみます。利用客の増加により、2010年度以降は最終損益が黒字になっています。
累積赤字の解消も進み、2009年度に850億円余りあった累積赤字は、2023年度には600億円余りにまで減りました。さらにこの時点で債務超過も解消するなど、経営は着実に好転しているように見えます。ただしここには、あるからくりがあります。それぞれの指標の意味がこちらです。利息は3の経常利益を計算するときに差し引かれていますが、会計制度の兼ね合いもあり、元本返済はこの過程には反映されません。そのため当期純利益が黒字でも安心できず、将来の元本返済を考慮すれば、会社の資金繰りは楽観視できないです。昨年11月に、関係自治体などで構成される委員会が示した試算で、厳しい実態が見えてきます。この試算では、感染症の流行前と比べ、営業収益が横ばいになるケースと、上昇するケースを試算。さらに金利3パターンの合計6通りを試算した結果、いずれの場合でも2035年度までに資金が底をつくことが示されています。最悪の場合、2031年度で資金ショートです。自治体などからの追加出資は2016年度で終了しており、利息の補填が行われていますが、仮に金利が 0.1% 上がれば、年間の利息はおよそ3億円増えるといいます。金利の上昇が現実味を帯びている中、より踏み込んだ支援が必要になる可能性もあります。そしてこの試算には、ある前提条件があります。それが、東海神駅と狭間駅との間で計画されている新駅で、試算では2028年度の開業が前提です。立地する場所から、海老川新駅などとも呼ばれるこの駅は、船橋市がおよそ65億円の建設費を負担する西岸駅です。路線開業時から土地区画整理事業の構想があり、新駅の設置が計画されていましたが、地権者の同意を得られず、2009年には関係する事業者が撤退を表明。その後も目立った進展がありませんでした。2015年、当時の市長が老朽化していた市立医療センターの移転を表明し、新駅一帯のまちづくり構想を発表したことで、検討が本格化しています。新駅はこの構想の一部で、当初は2026年度の開業を目指していましたが、感染症の拡大による用地取得の難航が響き、2028年度に延期されています。現地はまだ草地が広がっている場所が多く、駅ができるイメージも湧きにくいですが、道路が一部通行止めになっているなど、変化の兆しがあります。ちなみにこのエリアには都市計画道路も予定され、高架橋の作りが部分的に違います。新駅とまちづくりで利用者アップを狙いたいですが、こうした新駅は工期が伸びることが多いのが懸念です。試算の前提である2028年度より後になる場合、東洋高速鉄道の資金繰りにも影響しかねず、予断を許さない状況です。また、東洋勝田台から日本橋までの所要時間は、ラッシュ時では停車駅が増えることもあり、1時間近くかかります。一方、京成の勝田台から日本橋までも1時間ほどで、ラッシュ時の所要時間は大差ありません。東洋勝田台からなら座っていけるメリットは大きいですが、通勤定期が最安値の経路に限定される企業も多いのがネックです。東洋高速では、2014年4月には通学定期の値下げを行い、子育て世代の支援に取り組んでいるものの、先ほどの試算では運賃改定はしない前提であり、全般的な運賃の値下げはまだ難しそうです。不安定な情勢が続きそうな東洋高速鉄道、今後に注目です。ご視聴ありがとうございました。